なあ、美穂、お前は相続放棄しろよ。最愛の父の葬儀の最中に発せられた兄の言葉に、私はあっけに取られてしまった。は？すると、横から兄嫁が楽しそうに口を挟む。遺産の5億は夫が相続するの。あんたには1円も渡さないから。私が絶句していると、兄は楽しげにニタニタし始めた。さっき親父の金庫を開けたら500万円も入っていたから、俺たちで使っちまったよ。おかげで新しいバッグまで買えて助かっちゃった。新事業の方にも当てられるしな。葬儀の最中だというのに、浮かれて笑いながらそんなことを言う兄夫婦。父との別れ際にも金のことしか言わず、今度は私にもこの仕打ち。一体家族を何だと思っているの？もう許さない。こいつらに必ず目に物見せてやる。私は怒りで震える体を押さえつけ、一呼吸置いた。わかりました。私は相続放棄します。夫も隣にいて神妙な表情でうなずいている。兄たちは一瞬目を丸くするが、すぐに歓喜の表情になった。物分かりが良くて助かるぜ。やったわ。これで私たち贅沢できるわね。私は黙って夫と連れ立って席を立つと、その場を後にした。私の名前は沢田美穂。もう10年ほど税理士として働いている。夫の正吾とは結婚7年目。彼も同じ税理士で別の事務所にはなるが、それぞれ仕事に励んでいる。私たちは子供には恵まれなかったが、実直で誠実な正吾とは幸せな結婚生活を送っている。しかし、私にはある悩みがあった。それは兄の山口雄平のこと。兄は若い頃からチャラチャラしていて、大学を中退後、何度も飲食店や通販事業を立ち上げてはうまくいかずに潰すということをしてきた。先日も兄は私に突然電話をかけてきてこう言った。おい、また新しく飲食店を始めることにしたから、経理や税務をやってくれよ。それは仕事としての依頼？仕事ならちゃんと料金を払ってもらうわよ。私が真面目にそう答えると、兄は苦々しげに返してくる。なーに言ってるんだ。身内なんだからタダでやってくれていいだろ。そんなの無理に決まってる。だいたい兄さん、また店を始めるって資本金はどうしたの？お前には関係ない。役にも立たないなら黙ってろ。兄の一言で電話は乱暴に切られた。私はため息をつくと不安を抱えながら近くにある実家に向かった。私たちを産んだ母は私が中学生の頃に病気で亡くなっている。父は授業をいくつもやっていた資産家で家にいないことも多かったが、確かに私たちに愛情を注いでいてくれたと思う。父がいないときはお手伝いさんに身の回りのことは頼み、家にいる時間は私たち兄弟を可愛がってくれて、決して不自由させないように育ててくれた。現在、72歳になった父は引退して実家で一人余生を送っている。私は時々実家に顔を出して父の様子を見ている。お父さん、来たわよ。ああ、美穂か。よく来たな。父はいつもの穏やかな笑顔で私を出迎えてくれる。二人でダイニングテーブルにつき、お茶を飲みながら話した。美穂、仕事は順調か？正吾くんとはうまくやっているか？父は会うと決まって私を気遣う言葉をかけてくれる。お父さん、何の心配もいらないわ。それより、また兄さんにお金を貸したの？ああ、ほんの少しだが。父は気まずそうな顔をしていい。私はため息をつく。父は兄にねだられるとすぐにお金を出してしまう。兄がどれほど失敗しても、また起業できるのはそのおかげだと言える。私は心配そうな声色で父に話す。
父さん、さすがに兄さんを甘やかすのをやめないと、もう43歳よ。しかしな、雄平がああなったのも、母さんが亡くなってから俺が寂しい思いをさせたからというのもあるだろうし。父がどこか申し訳なさそうに言ったので、私は思わず声を荒げてしまう。そんなことない。父さんは私たちをちゃんと育ててくれた。その証拠に、私は真面目に大学を出て、こうして自立して働いているもの。そうだな。あいつのことはどうしたらいいものか。父とそんな会話をして、もう兄にお金を出さないように釘を刺すと、私は帰路についた。それから1ヶ月後、父が体調が思わしくないというので病院に付き添う。検査を行い、医師が告げたのは信じられない結果だった。大腸がんです。しかも、かなり進行しています。手術しても生存率は高くないでしょう。父はショックのあまり言葉を失い、私はただ寄り添うことしかできなかった。父を実家に送ってからすぐに兄に電話をかけた。兄さん、お父さんが癌だって分かったの。手術しても危ないかもしれない。私は神妙な声で言ったが、兄は子供投げに返した。へえ、親父手術するの？そりゃ良くなる可能性があるんだもの。手術するわよ。手術代も入院費ももったいない。親父も年だし、自然に任せれば？何を言ってるの？あまりの言葉に私が絶句していると、兄はさらに信じられないことを言い出す。ああ、そうそう。俺、結婚することに決めたから。だからあまりしけた話はするなよ。また？私は思わずそう言ってしまう。兄はこれまでに2度結婚しているが、そのだらしなさからどちらもうまくいかずに離婚に至っている。それなのにまた結婚するとは。今度はうまくいくって、嫁はあさみって言うんだ。今度会わせてやる。私が何も言えないまま、兄からの電話は切れた。そして迎えた父の手術の日。私と夫は朝から病院に向かい、父に付き添っていた。兄にも連絡したが、音沙汰はない。長時間の手術の後、麻酔から目覚めた父に私は声をかけた。お父さん、お疲れ様。美穂、今話しておきたいことがあるんだ。父は何やら真剣な表情をしている。私は慌てて言う。もう少し休んでからでいいんじゃない？いや、今でなければ。父は私に手を握られながら、ぽっつり、ぽっつりとあることを話し出した。そして、話し終えると安心したかのように、そのまま眠ってしまった。私は父の話に衝撃を受けながらも、父の手をしっかりと握った。結局その日、兄が顔を出すことはなかった。手術を行った父だったが、想像以上に癌は進行していた。それから数週間後、懸命な看病も虚しく、父は危篤状態に陥ってしまう。衰弱しきって言葉もうまく発せないような状態になった父。私は手を握り、懸命に励ますが、その言葉が届いているかもわからない。そんな時、急に今まで一度も病院に来なかった兄が病室に現れる。隣には、身なりの派手な女性を連れている。きっと最近結婚したというあさみさんだろう。病室に入るなり、兄はぶっきらぼうに言い放った。はい、そこどけよ。兄さん、急に来てその態度はないじゃない。私が言い返すが、今度はあさみさんが睨みつけてくる。嫁いだあんたは他人みたいなものでしょ？いいからそこをどきなさいよ。私は悔しかったが、兄にも父に言葉をかける権利はあるだろうと思い直し、ベッドの真横の席を譲った。すると、
兄が父の顔を覗き込んで、とんでもない言葉をかけた。おい、親父、遺産はいくらくらいになるんだ？は？兄さん、何を言ってるの？お前は黙ってろ。な、親父、遺産の額を言えよ。ここまで衰弱している父に、最後になるかもしれないのに、かける言葉がこれなんて。結局兄は、父のことを金づるとしか見ていないのだ。私は情けなさと怒りで感情が高ぶり、声を張り上げてしまう。ちょっと兄さん、本当にやめて。そうですよ、兄さん。場をわきまえてください。夫も私に続いて兄を止めようとするが、今度はあさみさんが怒鳴る。うるさい。今、じじいが喋ろうとしてるでしょうが。ベッドに寝ている父は、薄く目を開いて、振り絞るようにしていった。5億。途端に、それを聞いた兄と兄嫁が目を輝かせ、手を取り合った。今、5億って言ったよな。やったぜ。そのくらいはあると思ってたんだ。キャー、最高じゃない。はしゃいで騒ぐ兄夫婦を押しのけ、急いで父の手を握るが、その後父は目を閉じ、それから何か話すことはなかった。やがて父の呼吸は止まり、とうとう父は帰らぬ人となってしまった。体につけていた器具を外されていく父の脇で、私は夫に寄り添われながら嘆くことしかできなかった。気づいたら兄夫婦はもう病室におらず、私たちだけが残されていた。その後、兄夫婦に葬儀の件で打ち合わせしようと連絡したが、何度かけても繋がらなかった。仕方なく私と夫で葬儀の手はずを整える。葬儀当日になるも、兄とは連絡がつかず、時間になっても来なかったので、私が喪主を務めることとなった。生前、父の下で働いていた大勢の部下や顔見知りなど、大勢の弔問客が訪れ、私はまさにてんてこまいになった。息をつく暇もなく声をかけられ、それに対応し、式を進行していく。やっと読経が終わり、食事の時間がやってくる。ようやく少し休めるかと思い、夫の横で仕出しの食事に手をつけようとした、その時だった。目の前に兄夫婦が現れた。葬儀の場だというのに、ミニスカートを履いて着飾った兄嫁が私に声をかける。美穂さん、話があるんだけど。葬儀にも出ずに一体何をしてたんですか？私は声のボリュームに気をつけながら兄夫婦を責めた。俺たちだって大事な用があったんだよ。ネクタイもしていない兄がニヤニヤしながら言い、私は思わず聞き返す。大事な用？お父さんの葬儀より？まあ、それはどうでもいい。ここからが本題だ。兄は私たちの真向かいにどっしりと腰を下ろした。あさみさんもその隣に座る。なあ、美穂、お前は相続放棄しろ。ビールを飲みながら発された兄の言葉に、私はあっけに取られてしまう。は？すると、横から兄嫁が楽しそうに口を挟む。遺産の5億は夫が相続するの。あんたには1円も渡さないから。私が絶句していると、兄は楽しげにニタニタし始めた。さっき親父の金庫を開けたら500万円も入っていたから俺たちで使っちまったよ。おかげで新しいバッグまで買えて助かっちゃった。新事業の方にも当てられるしな。葬儀の最中だというのに浮かれて笑いながらそんなことを言う兄夫婦。父との別れ際にも金のことしか言わず、今度は私にもこの仕打ち。一体家族を何だと思っているの？もう許さない。こいつらに必ず目に物見せてやる。私は怒りで震える体を押さえつけ、一呼吸置くと兄夫婦に話し始めた。わかりました。
私は相続放棄します。夫も隣にいて神妙な表情でうなずいている。兄たちは一瞬目を丸くするが、すぐに歓喜の表情になった。物分かりが良くて助かるぜ。やったわ。これで私たち、贅沢できるわね。私は黙って夫と連れ立って席を立つと、その場を後にした。葬儀の翌日、家にいて夫と雑務を片付けていると、けたたましくインターホンが鳴る。どちら様ですか？インターホン越しに対応すると、兄夫婦が切羽詰まったように叫んだ。いいから開けろ、話があるんだ。そうよ、早く入れなさいよ。私は仕方なく兄夫婦を家に入れたが、兄夫婦の顔は心なしか青ざめている。一体どうしたっていうの？私が冷静に聞くと、兄は唾を散らしながら私に詰め寄る。なあ、どういうことだ？親父には遺産どころか借金があるって？あら、どこで知ったの？私が冷静に返すと、兄はまた興奮して叫ぶように言う。親父の資産を調べたら、相続できるプラスの遺産はほぼなくて、負債があることが分かったんだよ。遺産は5億ってじじいが言ったじゃない。話が違うわ。兄嫁も怒りの形相で私に詰め寄ってくる。私は子供投げに言い放った。父さんは投資で失敗して借金を抱えていたの。5億円のね。はぁ？ 5 億？あら、額までは知らなかったの？父が手術後に真剣な表情で私に話したのはこのことだった。父は申し訳なさそうに私に、自分に何かあったら相続放棄しなさいと言った。危篤状態の時に父が兄に言った5億という言葉も借金の額を伝えようとしていたのだ。そんな、俺たちの5億円が。兄は放心状態になっている。兄嫁は怒り心頭といったように言葉を続ける。まさか借金があったなんて、そんなの相続放棄するしかないじゃない。は？あなたたちはできませんけど。は？兄夫婦はきょとんとした表情で私の方を見た。私は吹き出しそうになるのをこらえ、淡々と話し始める。兄さんたちは葬儀にも来ないで、お父さんの金庫を漁って500万を自分たちのために使ってたわよね。それは遺産を単純承認したってことになるの。単純承認？なんだそれ。つまり、あなたたちは負債も含めて遺産をすべて受け継がなければならないってこと。兄夫婦は私の言葉を聞いて勢いよく立ち上がる。顔色を赤、青、白とせわしなく変えている。そんなふざけたこと認めるか？そうよ、5億の借金なんて返せるわけがないじゃない。震える声で私に食ってかかる兄夫婦。私は彼らを睨みつけながら静かに告げる。私に言われても、まあ疑うなら弁護士さんにでも聞いてみたら？私と同じことを言うでしょうけど。わかったよ。弁護士なら俺の知り合いにいるんだ。お前のいい加減な言い分を暴いてやる。兄はどこかに電話をかけ始める。そして、すごい勢いで説明していた。しかしその勢いはどんどん尻すぼみに。最後には息も絶え絶えで電話を切った。弁護士も負債を相続しなければならないって。はぁ？面白いほどに青ざめていく兄夫婦。私は真顔のままそれを見ていた。俺、知らなかったんだ。それはおあいにくさま。私は相続放棄したから関係ないけど。私が突き放すように言うと、兄嫁が真っ青な顔で急に私にすがってきた。そんな、お願い助けてよ。兄弟なんだから一緒に返してくれてもいいでしょ？兄も私に期待がこもったような表情を向ける。そうだ、美穂、助けてくれ。お前ら夫婦揃って税理士なんだから、金もあるだろ？
私はすがってくる兄夫婦を勢いよく振り払うと言い放つ。はぁ、なんであんたたちみたいに白状でだらしない人間を私が助けなきゃいけないの？自分たちで蒔いた種なんだから、自分たちでどうにかしなさい。私が冷たい視線を向けると、兄夫婦は絶句し、へたり込んでこちらを見るばかり。さあお兄さんたち、もう帰ってください。夫の声が玄関に響く。魂が抜けたようになっている兄夫婦は、夫によってつまみ出された。私はまだ荒い息をしていたが、戻ってきた夫が私の背中を優しくさすっていてくれた。その後、兄夫婦は単純承認が認められて5億の借金を背負うことに。もともと事業のために借金があったこともあり、負債は膨れ上がり、とうとう兄は破産に至ったらしい。まともに働いたこともないという兄嫁は、それでも兄から離れることができず、今も一緒にいるとか。預金も尽き、頼れるところもなくなった兄夫婦は、昼も夜も働き通しなのだそうだ。二人には真面目に働いて、当たり前の苦労を知ってほしいと思っている。もう遅いのかもしれないが。私はというと、以前と変わらず、夫と仲良く、コツコツと仕事を続けている。今度、夫の提案で、二人で新しく税理士事務所を立ち上げることになった。これからも信頼できる夫を大切にしながら真面目に仕事を頑張っていきたいと思う。